さてどうも、今回はちょいと特別な日に作りたい骨付きチキンのソテーを紹介していきます。骨付きな分少し火が入りづらいっていう、ちょっとしたデメリットもあるんですけど、その分普段とは違ってリッチ感だったりワイルドさを楽しめると思います。やっぱり肉や魚どちらにも言えることなんですけど、火を入れる時に骨付きか骨なしか選べるんだったらできれば骨付きの方が個人的にはいいですね。骨ついてた方が香りとか味がいいんですよね。あとすごい些細なことかもしれないんですけど、骨なしだとやっぱ取り除いた骨の部分、そこから火入れた時に旨味が逃げやすいような気がするんですよね。そんな感じで実はいいところいっぱいあるんでちょっとお話ししました。それでしっかりと塩をして味が染み込むように中まで軽く揉み込んでおきました。このまますぐ焼いてしまってもいいんですけど、今回は少し香り付けをしたいんでニンニク 2,3 個ぐらいですね叩いて、あとは冷蔵庫にローズマリー、これも使ってしまいたかったんで、適量鶏肉に香り付けします。20分ぐらいあれば十分なんじゃないですかね。できればね、もちろん半日とか漬け込んでおけばより香りは良くなるんですけど、今回はなるべくねこの20分ぐらいの間に他の野菜も準備して、そのまま調理に取り掛かるといった流れでいきます。それで用意する野菜もそんなに複雑なものはなくてですね、根菜類をベースに準備していきます。まずはじゃがいもですね。メイクインは厚み1センチよりちょっと厚いぐらい。それで人参はですね、少しだけじゃがいもより薄め、1センチ1センチちょっと出るぐらい、微妙、それぐらいです。本当微妙なラインで、あとはセロリですね。セロリはいいですよね。スープとかに入れてもしっかりと香りが立つし、炒め物とかに混ぜ込んでも全体をねうまく調和させてくれるような香り付けをしてくれるんで、個人的にはすごく好きな野菜の一つです。そして次はマッシュルームは、これはちょっと大きさをしっかりと感じれるように1分の1カットにしておきます。そんな感じで野菜が切り終わったら、鶏肉がいい感じにマリネできたと思うんで、ローズマリーとニンニクは外しますね。それで野菜の方はできたらなんですけど、焼く前に軽く塩はしておきます。そしたらある程度切り出しは終わったので、フライパンを用意してオリーブオイルをひいたら、鶏もも肉を早速焼いていきましょう。温度は中火ですね。それでフライパンの温度が上がる前にもうもも肉と野菜全部入れちゃいます。ローズマリーとニンニクも加えたら、上からクッキングペーパーを、このような感じでかぶせて、上にちょっとした重しを乗せておきますね。こんな感じで、うちには都合よくストーブがあったんで、フライパンの上にストーブを乗せて、このストーブの重さで鶏の皮が均一にまっすぐ綺麗に焼けるといった、そういった感じですね。 4,5 分ぐらいで様子を見ましょう。あんまり長い間ほったらかしにしておくと鶏の皮もね焼きすぎちゃう場合もあるんで、あと野菜もそれぐらいで一回ひっくり返した方がいいと思います。そんな感じで様子を見ながらだいたい10分ぐらい焼きましたね。その頃にはもう周りのね野菜も火が入り始めてるものが出てくるはずなので、火が入ったものから順に引き上げていきましょう。そろそろ良さそうですね。鶏もも肉もひっくり返すとこんな感じで全体がね香ばしく焼けてるんですよね。同じタイミングで鶏もも肉と野菜たちを、一つのフライパンで焼き始めることによって、野菜には鶏肉の美味しさが移って、鶏肉には野菜の風味が移るんで、一石二鳥なんですよね。もうこの段階で野菜めちゃめちゃうまいんですけど、もうちょっと手を加えます。チキンブイヨンですね。市販の顆粒のコンソメ、それを、お湯で溶いて準備しておいたもの、これらをね適量加えて、バターを一つまみ加えてください。こうすることでこのね野菜たちもう野菜じゃない別の何かっていうぐらいめちゃめちゃ美味しくなります。
液体とバターが程よく乳化してとろみがついたらパセリを加えて仕上げに入りましょう。液体がねもし煮詰まりすぎたら水加えてください。煮詰まりすぎて分離しちゃっても慌てないでください。水加えればね蘇りますから。そしたら盛り付けドレッセンに行きます。この最高に美味しい野菜たちを全体にまんべんなく敷き詰めましょう。この野菜たちだけでもね本当に美味しいんですよね。この野菜やたら押してますけど、やたら押すぐらいうまい。それで乳化したこの液体もソースとして全体に軽くこう振りかけておきます。でこの最後仕上げに骨付きの鶏もも肉ですね。これもも肉はね半分にカットして2つに分けても食べやすいかもしれないです。うまっ。テンション上がりますね。いやめちゃくちゃやっぱうまい。ニンニクとローズマリーちょっとだけ焼く前にマリネしてたんで、それのおかげもあってか風味がすごい豊かですね。野菜やばっ。鶏の香りしっかりとまとってて、鶏の旨味もね感じますね。でソースをこうしっかりと吸ってるから、こんなにうまい野菜多分他にないんじゃないかっていうぐらいうまい。テンションの上がりまくる野菜だなこれ。いいっすよね。フライパンにねこびりついたうまみで簡単に作るソース。これやばいな。全然いっちゃうよ女の一人で。でもねちょっとこの骨付きチキンってちょっと特別感ありますよね。祝い事的な、めでたい的なね、クリスマスとかね。でこの骨付きだからこそ出せるこのうまみと香り、これやっぱね貴重ですよね。骨付いてなかったらねこんなにね香り強かったりうまみ強かったりなんないですからね。出汁が取れちゃってるんだもんな。というわけで骨付きチキンのソテーでした。ちょっとした普段と違う日にねぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。